明るっ。今日は少し遅めに起きました。いつも起きるとね、まだ暗いんですけど、今日は明るいですね。最近はこれ、コーヒーを入れてる間に少し散歩すると。これを習慣にしてます。結構ね、朝散歩するの好きなんですけど、冬だとね、やっぱ寒くてなかなか外に出る気にならないんですが、起きてすぐじゃなくて、起きてご飯食べて少し体温上げてからご飯食べた後にコーヒーを飲むんですけど、そのコーヒーを入れてる間に散歩すると、これが気持ちいいです。最近の朝のルーティンに組み込まれてますね。いや、しかし雪がところどころあったりなかったり、影になっているところは雪あるんですよね。また昨日の朝もあったんですけれどもね、日中溶けたんですけど、また、今朝雪が降ったみたいで、夜に降って昼に溶けるみたいなのが続いてますね。これもこういう影になっているところはかなり雪積もってますが、凍ってはないですね。このね、帰ってきた時に部屋にコーヒーの匂いがするのがいいんですよね。部屋にいてもコーヒーの匂いはするんですけど、このだんだんしてくる感じじゃなくて、こう扉を開けたら一気にコーヒーの匂いがするみたいなのがいいんですよね。午前中は少し作業します。もう全然最近デスクに座ってなかったんで、いろいろやることが溜まってます。そしてもう昨日ね、山形に行ってきて、めっちゃ歩いたんですよね、一日。なので、確か3万歩ぐらい歩いたんですよ、昨日。でもそれで、もう昨日は疲れても本当に気絶するように寝たので、今日はゆっくりしていいだろうということで、ちょっとデスクワークですね。で、今日も午後になったら、出かけたいので、ちょっとそれまでいろいろやってしまおうということで、ゆっくりやっていこうかなと思います。今2時前くらいですね。ちょっと昼ご飯を作って、これは外で食べようと思います。あとコーヒーも入れてます。結局4時間以上作業してましたね。だいぶいろいろ進みました。最近はね、この、午前中はこの部屋に日が当たるんですよね。だからその時間、午前中は部屋にいて、なんかいろいろ作業とかしつつ、この時間がなんか一番集中できるし、快適なんで。で、午後になると大体この部屋には日当たんなくなるんで、午後になったら外に行って、用事とか買い物は午後にして、午後に日に当たりに行くという。これが最近の時間の使い方ですね。これ結構快適です。ということで今から出かけます。冬だとね、午後になった方がね、午前中より暖かくなるし、これがまた夏になったら事情は変わりますけれども。マジとんでもなく風が強いんですよね。本当に自転車でこけそうになるぐらい風が強いです。そしてめっちゃ寒い。こういう強風の日はこういう平面の自転車のレールがないタイプの駐輪場はちょっと自転車倒れそうで怖いですね。早速倒れてる自転車いるし、他の自転車も倒れちゃったら直さないといけないし、そして倒して壊したことあるんですよね、自転車、このギアのところを。そうすると帰れなくなるんで、なんとか倒れないでほしい。この光の感じいいですね。横から光が当たってる感じ。冬だから見られる景色ですよね。太陽の角度が低いから。濡れてないベンチというか、これ石だな。ちょっと冷たそうだけど、ここ座ってご飯食べよう。さあ今から食後のコーヒーです。
なんといつも止めてるこの駐輪場東口のなんか今営業休止期間みたいで、なんか入出庫できないみたいですね。でも普通に止めてる人いるし、なんか使えそうな雰囲気でもあるんですが、ちょっと怖いな。でこれ新しくなってるんですよ。多分この新しくする工事をしてるのこのガードというか、このなんていうの、ラックねが新しくなってます。これ今まさにあそこで新しくする作業やってますね。この機械も新しくなってますね。ここ見ればわかるかな。これどうだろう、電源とかが入ってるかだけど、入ってるね。じゃあ止めれるか。さあ少し駅でも用足ししてって、これエスカレーターなんか工事してますね。じゃあ1階から入るか。そう、今日の本題なんですけど、本題というか駅前に来た一番のメインは新しいメガネを作りたいなと思って、このヨドバシの5階にジーンズが入ってるんですけど、ジーンズでメガネを作ろうかなと思ってきました。なので今からジーンズに行って、よくね買う手順とかもよくわかんないんだけど、とりあえず店員さんに聞くしかないですけど、自分でメガネを作ったことがないんで、これは家族と一緒にやったやつなんで、今かけてるやつはですが、ちょっとねこれもなんかガタが来てきて2本目が欲しいなということで、ジーンズにこれ度数とかなんか視力検査とかはやってくれるみたいな、無料でっていうのを聞いたんですけれども、どうなの、このメガネと同じ度数でっていうこともできるのかちょっと全然わかんないですけど、とりあえずお店に行ってみます。さあヨドバシカメラ5階のジーンズに行きます。ジーンズのストアいっぱいあるんですけど、ここのヨドバシのジーンズがね、なんか一番メガネとか見に来ることがあったんで、とりあえず5階のジーンズに、久々だなこの5階のエリア来るの。うまく買えるかな。ありました、ジーンズ。受け取りがねどうだろうね、どんぐらいかかるかわかんないですけど、作るのどんぐらいかかるんでしょうね。1週間ぐらいかかるのかな。 OK、 購入してきました。店員さんに話したらなんか受付の仕方とか教えてくれて、そこからなんかこの既存のメガネと同じように作りたいって言ったら、ここから度数とかを調べてくれて作ってもらえることになりましたが、在庫がねやっぱりこれ分かってはいたことなんですけど、私の視力って結構複雑なんですよね。なのでレンズがお店に在庫がないらしく、これは想定してたんですけれども、1週間ぐらいかかるっていうことで、13日に取りに来てくれってことだったので、楽しみです。めっちゃ楽しみ。ちなみに今気づいたけど、このもともとかけてたこのメガネ、一回その度数調べるためにお店の人に渡したんですけど、なんかこのなんていうの、ヒンジの部分が結構ゆるゆるになってて、これどこで調整しようかなと思ってたんだけど、なんとちゃんと締め直されてますね。一応この今かけてるこのメガネもの調整もしてくれたんだ。すごいいいサービスですね。お願いしてないんだけど。でなんか見え方も少し良くなったっていうか、汚れがね結構もう傷だらけで、拭いてもねなんか若干曇った感じになってたんですが、結構なんか見え方がクリアになってます。多分ね新しいメガネが来たら、このメガネはもうサブのメガネになってあまりかけることなくなると思うんで、いいんですけど、そう、それもね今回買ったメガネがサングラスにもなるやつで、なんか磁石でそのサングラスのプレートみたいなのがくっつくやつなんですよ。そう、それがねジーンズにあるっていうので欲しくて、そう、自分サングラスも欲しかったんですよね。結構なんか炎天下のところとか雪の上とか、私眩しいのが苦手なんでサングラス欲しいなと思ってたんですけど、私目悪いんで度数が入ってないと伊達のメガネじゃ見えなくなっちゃうなっていうので、度付きのサングラスを作ろうと思ってたんですけど、それだとまた普通のメガネと別に持ち歩かないといけないしっていう時に、ジーンズのそのマグネットでくっつくサングラスみたいなのを見つけて、普段はその普通のメガネとして使って、サングラスのプレート必要になった時はくっつけるみたいな、それめっちゃいいなと思ってずっと欲しかったんですよね。なので今回変えてよかったです。今日もねさっき自転車に乗ってる時昼間
この下のその濡れてるところに日光が反射してむちゃくちゃ眩しくて、もう本当に前がくすんで見えないレベルで眩しかったんですよね。今回はもうほぼ日中はサングラスかけて移動すると目に負担が少ないのかなと。もうそもそも家から出た瞬間眩しいってなっちゃうんですよね。少し経てば慣れるんですけど、そもそもその家から出た時に負荷がかかってるってことは、それに慣れたところで慣れてるだけでずっと負荷がかかってるっていうことだと思うんで、なるべく外いる時はサングラスかけた方がいいかなということで、それが到着したらサングラス生活です。というかもう後ヨドバシカメラ、やっぱりヨドバシカメラ用事なくても行っちゃいますね。結局一通り見ちゃって真っ暗になっちゃいましたが、そういえばヨドバシカメラのアナウンスの音量ってなんか下がりましたよね。これでもかっていう爆音で流れてたじゃないですか、ヨドバシカメラの音楽が。あれちょっと音量下げてくれたのは良かったポイントです。時間帯によるのかもしれないけど、まともに会話できない音量で流れてませんでした。前特にエスカレーターのとことかめちゃくちゃでかい音量で流れてたんですよね。取り忘れてましたが、夕飯は麻婆豆腐でした。ということでちょっとだけいただいております。そういえば Vlog で紹介したか忘れましたが、このベッド少しね改造して、うちのベッドはね、この下にカラーボックスを土台にしてすのこを貼ってこのマットレスを上に置いてるっていう感じなんですけど、前はこういうカラーボックス、この高さにマットレスを置いてたんですよ。ただそれだと高すぎるので、高すぎてなんか乗り降りとか大変だし、なんか圧迫感とかあるし、その下とか掃除するの大変だったんで、このねなんかスリムタイプのカラーボックスみたいなのがあるんですけど、これの高さにしたらちょうどいい感じになるんじゃないかっていうことで、そのスリムタイプみたいなのを2つ重ねてね使ってたんですけど、それを1個ずつ並べて、で1個高いバージョンのねカラーボックスがあったんで、それはカットして高さ半分にして、なので前よりね30センチぐらい下がった感じになったんですよね。で前そっち頭だったのをこっちにしたっていう、これでめちゃくちゃ使いやすくなりましたね。乗り降りもしやすくなったし、でサイドテーブルはここに持ってきてるっていう感じですね。ヘッドボードはなんか前使ってたデスクをここにヘッドボードとして使ってたんですけど、それは撤去して、このソファーの背もたれ部分のクッションね、これを差し込んでヘッドレストにしてます。こうすると前のやつはね木の板だったので、こう寄りかかっても硬かったんですけど、これだとねクッション性があって、ここに4日かかってゆっくりできるんですよね。それがすごい気に入ったポイントですね。もう最近だと朝も起きて寒くてあんま布団からねちょっと体温上がるまで出たくないんで、そういう時に寝てるとね横になってると二度寝しちゃうんで、ここに4日かかって座ってちょっと本読んだり、なんか飲み物飲んだりするのにめちゃくちゃいいですこれで。そうソファーはねどうするんだって話なんですけど、そう前々からソファーを買い替えるっていう話をねしてたんですけれども、だんだんちょっと現実的になってきて、このソファーも背もたれをねそこに使うのに取っちゃって、今背もたれがない状態でクッションをいっぱい置いて背もたれ代わりにしてるんですが、何せね新しい家具を買うってことよりもこのソファーを廃棄するっていうことの方がめんどくさくて、なかなかこうどうやって捨てるのとかも、なんか粗大ごみのあれとかもめんどくさいし、その粗大ごみのところに持っていくのもめんどくさいしっていうで考えたのが、このソファーのクッション、背もたれの部分のクッションを今そこのヘッドレストに使って、でこの下の座面のところのクッションも、これもねマットレスの下に敷いちゃおうかなと思うんですよね。それもこれちょっと低くしすぎたなって思ってて、このサイドテーブルとちょっと高さのこの違いがあってね、ちょっとこっちの方が高いんですよね。ここ位置を合わせた方が使いやすいんで、どうしようかなって考えたところ、この座面のクッションをこのマットレスの下に敷くとちょうど高さがいいくらいになるんですよね。そうするとこのね、クッション類はこのソファーからなくなって土台と、土台のこの躯体部分だけになるので、そうすればこの躯体部分を解体すればより簡単にゴミに出せるっていうね。これはなんかねカットしたりすれば躯体の部分は細かくなりますけど、クッションとか捨てるのってめちゃくちゃ大変だと思うんで、なのでクッションは活用してこの土台とかの部分は、処分するっていう形にして、なんとかソファーを処分することは、
可能なようになってきてますね。足が壊れたりして、ああやってなんか板をかましたりとかも完全に限界な状態だったんですけどね。このソファーを昨日より雪がひどくなってますね。結構積もってる。これめちゃくちゃ好きなんですよね。日清のチョコフレーク。これね、高校生ぐらいの時にものすごくハマって食べてたんですけれども、なんか何年か前から見かけなくなっちゃったんですよね。ただ最近再び売ってるのを見つけて、前はねもう少し大きいなんかジップロックがついてるようなパックだったんですけど、少しちっちゃいパックになりましたが、でも今だとこれくらいの大きさがいいかもな。あんま大きすぎてもあれなんで。こんな感じでコーンフレークにチョコが塗ってあるみたいな感じのやつですね。これめっちゃ美味しいんですよね。ちなみに今日マイナス4度あるらしいです。寒いですね。いやー、仙台も降りましたね。結構この前の山形くらい雪がある気がしますね。ここ数日雪降ってたんですけど、今日が一番多いかも。今日朝起きたらめちゃくちゃ雪があってびっくりしました。で気温も今は0度ですね。ただ朝はマイナス4度まで冷え込んでました。まだ凍ってないだけいいかなっていう感じですね。朝は凍ってたかもしれないですけれども、今の時間は凍ってないです。さて、祖母からもらってきた餅で食べようかな。餅とかね、あんまり自分で買うことないんで。餅いいですね。冷凍してこう簡単に食べれるの。ご飯とか炊いてない時にね、いいかもしれない。ちょっと餅ストックしとこうかな。そう、自分で餅買ったことないんですよね。ご飯と麺とかパスタとかはいっぱい買ってるんですけれども。私はね、これ砂糖醤油で食べるのが好きなんですよね。このね、砂糖醤油餅を子供の頃祖母が作ってくれてね、めちゃくちゃ懐かしい気分になれるんですよね。これがものすごくね、子供の頃から大好物で、祖母がそのね、小学生とかの時に祖母宅に預けられてたんですけども、その時にね作ってくれたりして、すごい思い出に残ってるんですよね。この砂糖醤油のこの匂いがしてくると、あ、餅が出てくるって思って。本当はね、祖母はねバターで作れてくれてたんでもっと美味しかったんですけれども、うちはバターないんで普通に油で、普通のサラダ油で作ってますが、バターで作るとより美味しくなると思います。はい、じゃあ砂糖醤油餅です。少し休むつもりが2時間ぐらい昼寝してました。今日は舞茸ご飯です。こんな感じですね。これもね、小さい時に祖母に作ってもらってた記憶があって、でこの前帰った時に作り方教えてもらったんですけれども、めちゃくちゃ簡単で、このご飯お米研いで、この炊飯器の釜に入れて、この舞茸を入れて、で味付けは醤油と酒だけみたいなんですよね。もっといろいろなんか隠し味的なの入ってるのかなと思ったんですけれども、それだけで味が出せるらしいんで、ちょっとやってみます。冷凍庫に残ってた鶏皮も入れました。ちょっと味が変わっちゃうかもしれないですけど、食べたかったんでいいでしょう。そして意外と具が多くなったんで、ご飯2合にして冷凍して取っとこうかなと思います。ではこれで、いや楽しみです。めっちゃいい匂いしてきました。確かにこの匂いも書き覚えがありますね。この匂いがするところ、松茸ご飯が出てくるっていう思い出が蘇ります。オープン。ちょっと暗っ。そう、これでここを混ぜるのをね手伝ってたんですよね。めちゃくちゃ懐かしいです。鶏皮を入れたから、この鶏の匂いが結構します。祖母が作ってくれたのは本当に舞茸だけだったですね。舞茸だけで醤油とみりんだけで味付けしてあったって感じで、鶏肉入れたからその味が出てるんですけれども、舞茸だけで作ったら本当に祖母に作ってもらった味になりそうです。めちゃくちゃうまい。こんな簡単だと思うのが、すごい隠し味的なのがあるのかと思いましたけど、そんなことなかったですね。
あ、でもこれ鶏肉入ってるのこれはこれで美味しいです。